マネージャーさんに相談したいことがあるんですけど、いいですか？トリエルの次の対戦相手のことなんですけど。それなら3人で話し合ってトップ5には挑戦しないと決めたんだろ？そうなんですけど、納得できないというか、なんとなくこのままじゃいけない気がするんです。でも自分でもどうしてそう思うのかわからなくて、ごめんなさい。意味がわからないですよね。いや、そこまで気になるならきっと何かあるんだろう。他の2人は何も言っていないのか？そうなんです。ルイちゃんたちは特に気にしてなくて、私だけが違和感を覚えてるんです。なるほど。すみれは他の2人より芸歴が長いから経験から何かを感じ取ったのかもしれないな。芸歴の長さ、2人にはわからない私だけの経験。そうだ、思い出しました。アイドルになる前に似たような経験をしたことがあったんです。私はずっと子役をやってて、自分で言うのもなんですけど、結構評判も良かったんです。だからこのままずっと役者のお仕事を続けていくんだろうなって漠然と思ってたんですけど、それがある日突然お仕事がぱったりと途絶えたんです。それはきっかけがあってそうなったのか？いいえ、大きな失敗もなかったし、お芝居も安定感があって安心して見ていられるってよく褒められました。私も絶対にミスはしないように気をつけて、ちゃんと言われた通り演じるようにしてたんです。それなのに急にお仕事が減って、気がついた時にはもう芸能界に私の居場所はありませんでした。なんとなく今のトリエルはあの頃の私と似てる感じがするんです。話を聞いた感じだとその頃のすみれは無意識に安定を求めていたのかもしれないな。安定ですか？失敗しそうな難しい挑戦を無意識に避けて自分にできそうな安全な道ばかり選んでいたんだ。でも失敗したくないと思うのは普通のことですよね。挑戦して失敗したらみんなに迷惑をかけていろんなものを失っちゃいます。そうだな。失敗したら何かを失うかもしれない。だが挑戦しなければ得られないものもある。それはすみれが一番よくわかってるんじゃないか？私が一番よくわかってる？すみれは役者の仕事で行き詰まってアイドルに挑戦したんだろ？挑戦することに色々と言ってくる人もいたかもしれない。それでも勇気を出して挑戦してみてどうだった？私はアイドルになってよかったです。アイドルに挑戦したからルイちゃんやユウちゃんと出会えた。他では手に入らない宝物をいっぱい手に入れた。お芝居だけやってたら一生手に入らなかったものをいっぱい。そうだ。新しいことに挑戦したからすみれは成長してたくさんのものを手に入れることができたんだ。挑戦しなきゃ成長や新たな経験は手に入らない。そうか、私が感じてた不安はこれだったんだ。マネージャーさん、ありがとうございます。私もう一度2人と話してみます。勝ち続けるよりも大事なことがあるって。2人と一緒にもっと挑戦したいって伝えてみます。ルイちゃん、ユウちゃん、今日は2人に大事なお話があります。改まって急にどうしたの？明日も仕事で会えるのに突然呼び出すなんて急ぎの用事なん？それは私はトリエルはやっぱりランキング5位と対戦するべきだと思う。最近のトリエルは勝てる相手としか戦ってない。勝ちにこだわって挑戦することが二の次になってる。
ビッグ4を目指すならもっと挑戦しないとダメだよ。そうじゃなきゃ成長できないよ。すみれちゃん、一人でそんなことを考えてたんや。すみれの言いたいことはわからなくもないわ。今のやり方を続けていてトップ5に追いつけるのか。私も正直悩んでいたところはある。そうだよ。だからでもだからといって負ける可能性が高い相手にわざわざ挑む必要はないわ。それは挑戦じゃなくて無謀というのよ。うちも同感やな。うちらは何よりも価値を優先するべきや。サニピに負けて3人で悔し泣きしたこと、すみれちゃんも忘れたわけちゃうやろ。あの時泣きながら思ったはずや。もう負けたくない。悔し涙を流すのはこれで最後にするって。うちもそうや。るいちゃんとすみれちゃんの泣き顔をもう見たくない。ゆうちゃん。アイユニティで活動休止に追い込まれた時、もうアイドルを続けられないかもしれないって思ったわ。でもあの時何より怖かったのは私のスキャンダルにユウとスミレを巻き込んだことよ。私のせいで2人の未来まで奪われたらって、そう思ったらとても怖かった。もうあんな思いはしたくない。私は3人でアイドルを続けたいの。トリエルを終わらせたくないの。だからトリエルは何があっても負けるわけにはいかないのよ。るいちゃん。私もトリエルが大好きだよ。3人一緒にいつまでも笑顔でアイドルを続けたいよ。でもだからこそ2人に見てほ